こんにちは、あきこです。今日もインドからお届けします。最近ね、ちょっとすごい冴えてて、頭とか、なんか直感とかが結構あって、なんかね、いきなりこう、なんて言うんだろう、動き出したんですよね、自分が。で、なんかね、どうしたのかなって思ってた時に、私、新世紀科学を身につけ始めたんですよ。この、見えるかな、フラワーオブライフとツリーオブライフって言って、要は、あとこの指輪もそうなんですよ。インドでちょっと取り寄せた、ちょっとでかいんだけど、こういう感じのね、これフラワーオブライフなんですね。私、新世紀科学がやっぱりすごい大好きで、だけどちょっと身につけてはいなかったんだけど、身につけたらもうね、カチッとなんかがやっぱハマったんだよね。これだ、これを求めてたというか、これが、なんていうの、本来の自分の力を出す、なんていうの、やっぱりこう、設計図らしいんだよね。このフラワーオブライフって。私たちってやっぱりこういう丸と丸がこうくっついて、一つ宇宙ができた時に一つの丸ができて、こうやってなって、こうやってなってみたいな感じで、いろいろ分離してるような感じになってんだけど、やっぱ元を正せば一つの丸から始まってて、まあそれをこういうフラワーオブライフとか、トリーオブライフとかでこうやって、メタトロンキューブとかね、そういうので表してるっていうことだと思うんだけど、だからこういうのを身につけると多分自分自身のずれてたものがカチッとはまるんだと思うんですよね。元に戻るというか。そう、だからすごいね、なんていうのかな。なんか、一気に10個ぐらいのことができるような、エネルギッシュというよりもすごい頭は、クールなのね。なんか知んないけど。だから新世紀科学っていうのがやっぱり本当に出る時が来たんじゃないかなと思う。すごいですね。身につけるだけですごい。うん。なんだっていいんですよ。こんな安いやつですよ。こんなの。1000円もしないようなやつだけど、身につけたらやっぱすごい、この形に意味があるんだと思うから、皆さんもよかったらね。別に効果ないかもしれないけど、私はやっぱりすっごいカチッときたって感じで。で、今日は、ちょっと全然違う話で、人をこう恨んだりとか、憎んだり、あと自分が認められないっていうのを、そういう時はどうすればいいですかっていうご質問があったので、それについてお答えしたいと思います。まず人を憎んだことってあるんですよね、私も。つい最近まで憎んでたんですよ。初めて人を憎むってことしたんだよね。全然なかったんだけど、ゲストハウスが全然できなくてさ、まあ私26ぐらいからホテル建てたいなとかさ、思ってて全然うまくいかなかったじゃない。で、それは、旦那さんのお兄さんのね、とかと一緒にやろうっつってて、でも結構やっぱ旦那さんのお兄さんとかも、まあ一生懸命やってんだけど、ワンマンっぽいところがあって、そこで、まあでも、そういうのも見ないでね、なんていうのかな、いいとこばっかり見ようとして、やってて、で、やっぱりもう本当に自分のさ、人生が10年以上、その人に費やして、その人というかね、そのことに費やしてて、しかもすごいさ、やっぱ人の悪口を言ったり、なんつうのかな、うーん、やっぱりこう、なんていうのかな、うまくいかない原因が、まあ、その人かなっていう感じが見えてきて、今離れてうまくいくようになったんだけど、だからもうね、その人と会わなければよかったとかね、なんていうのかな、そうならなければよかった。もうその出来事を恨んだり、こんなはずじゃなかったじゃないけど、あとその人のこととってももうなんかすっごい嫌で、もう考えるだけで鳥肌みたいな感じだったんですよ。初めてそんな気持ちに。いい人だし好きだった、好きな人だからね、要はその家族だから、そう、とてもいい人なのに、なんていうのかな。やっぱりそこで不一致が起きて、まあ、やっぱ周波数が違うんだけどね。そう、すごくこう嫌悪感があったんですけど、まあそういうことね。で、そういう人がいて、つい最近までそういうもう嫌だなって、もうなんか考えたくもないって感じだったんだけど、本当につい最近許せたんですよね。どうでもいいや、みたいな。うん。で、なんていうのかな。彼が、やっぱりすごい今楽しく、あとみんなで、家族とかもいるしね、うまくいったらいいなとか、仲良くなったらいいんじゃないかなって。私と仲良くするっていうよりも、人生、何か気づきがあったらいいんじゃないかなっていう、そういう気持ちに変わったんですよね。
嫌だって最近まで思ってたのにこれはねやっぱりね時が解決したね。人だから恨んでる時は恨んでいいんですよ。恨んでいいんだけど、やっぱり近くにいるともっと恨んだり、なんかやっぱりいざこざが起きてくるから離れた方がいいね。そういう人がいた時に離れて自分のやっぱりこう波動を安定させることかなと思います。すっごく嫌な人がいたり憎む、だからずっと私もさその人のこと考えたりしてたらすっごく自分の毎日が楽しくないじゃないですか。そうだけどもうなんか忘れたんだよねブロック解除とかで書き換えたりして忘れてて、何にもなんか今なんて何にも考えないもんね。なんかそんなドライですけどでもなんていうのかな、そうだからやっぱ距離を取ったっていうのはすごいやっぱりまず良かったんだよね。良かったし、やっぱ時が解決することだから、もうそういうことを考えた時は書き換えたりして、自分が楽しくいる心地よくいるっていうことに集中したから、そうだからやっぱりもう許せたし認められたのかな。うん、そんな感じにやっぱり自然になっていきますね。でもねやっぱりこれには結構時間かかったね。3年ぐらい2年3年ぐらいかかったんじゃないかな。インドに来て1年目に離れて、そうだね3年ぐらいかかりました。だから無理やり憎んじゃいけないとかね、全然そういうふうに思う必要だから自分から出てくる感情とかは自然なことですから、それを無理にいい人になろうとしなくて全然いいってことですね。と思います。だから私もすごいなんていうのかな、そういう感情を味わえてよかったなと思ったことなかったから、そんな人に対してなんだろうみんな大好きみたいなさ、こんな能天気な私が人を恨むとかさ憎むみたいな気持ちを味わったんですよね、その経験から。いい経験だったなみたいな。今はどうでもいいんだみたいな感じだけどそうどうでもいいんですよ。今はどうでもいいんだけど、その経験がやっぱりすごく、なんだろう、やっぱりダイヤモンドのようにね、いい経験だったなって、すごく愛おしく今感じるね。そう、時間がかかりました。3年かかったね。いつの間にかそうなったなって感じです。あとやっぱりそういう自分がなんていうのかな、選択したものとか自分のことを認められなかったよね。やっぱりなんで10年間もこんなことやってたんだろうみたいな。私はなんかもっとこうなるはずだったのにこんな自分はもう嫌だとかさ、もう認めたくないみたいな自分の自己否定も出てきたんですよね。やっぱりうまくいかなかったから、旦那さんと別居してる時もそうだし、その時はやっぱ自己否定多かったかな。なんだろう、自分が情けないみたいな、こんなことできない、もう認めたくない、自分のこと嫌だみたいな、すごく悲しかったし今思ってもとても悲しかったな、辛かったな、あの時は。この経験もやっぱりすごい今はもうなんかダイヤモンドのようになっちゃうダイヤモンドになっちゃってんだけど、そうそう、これだから自分をそこからどうやってなったかっていうと、まあそういうなんていうのかな、うまく認められない自分も認めたって感じだから、無理に認めなくてもいいんだけど、もうなんかいいも悪いもどんな自分でもいいやみたいな、そこを認めたんですよね。もうかっこ悪いんだしいいや、なんか腹くくったみたいななんかそういう感じで書き換えたんじゃないかな、結構。書き換えたらどんな自分にももういいやみたいな感じになったから、いい人になろうとして認めるみたいにすると苦しいと思うけど、この不器用な自分でもいいやみたいな、ありのままの自分でいいやっていう感じにすると、だんだんそれでもいいやって、なんか認めるってさ、なんか 100% こう手を広げて全部なんていうの、自分はいい人です認めますとかそういう感じじゃなくて、もうこんなにポンコツみたいな私でもいいやみたいな感じで認めた。だから自分を許したっていうことなのかもしれないね。もうでもさ、これってさ、もしかしたら人に対して認められない自分がいた時は自分のことも認めるのが結構苦しかったかもしれないね。なんかそうだね、これ比例してんのかもしれないね、もしかしたら。だからなんていうのかな、自分を認められないっていうのはやっぱり人を認められないというか、人も認められないってことは自分も認められないみたいなところがあるかもしれない。やっぱ同じかもね。まあ幻想だから自分が作ってる世界だから。
だからどんな自分も本当に認めてあげる。でもその認めるのは別に時間かかったっていいし、憎んでる時は憎めばいいし、うん、あのそのままでいるみたいな感じかな。もうそこを無理やり認めようとせずに、そうするといつの間にかどうでもいいや、もうこれが私だしみたいな、これが俺だしみたいな感じなんじゃないかな。それがもう認めるってことみたいな感じ、ジャッジしなくなるっていうことだと思うから、そうすると楽になると思いますね。でもそういう経験っていうのは本当にやっぱりこう大事な経験だと思う。地球ならではの本当に体験なんですよね、こういうのって。あの時の私本当よく頑張ったなって思うもんね。みんなもあるんじゃないですかね。あの時の私本当だから頑張ってない人いないんですよね。ぼーっとするのだって頑張ってるんですよ。この地球に存在するっていうこと自体がやっぱり大変です。大変なことだと思います。いろんな考え方があるし、いろんな周波数の人がいるし、あとやっぱりこう本当に多様ですからね。でももう本当にここの地球っていうのはやっぱ宇宙そのものをやっぱり表してるんだよね。こんなにいろんな、なんていうのかな、カラーがあるみたいな、いいものも悪いものも全部ごっちゃごちゃになってる感じがいいんですよ。よかったみたいな感じだから、そうそうそう、やっぱいい体験を皆さんねやっぱりしてる。今苦しい人たちも、今みたいな感じで無理に認めようとしないっていう感じがいいのかもしれないね。あとやっぱり時間が解決していくことですね。これに関しては時間が解決したから、私の場合だと多分皆さんも経験がある方も時間が解決したんじゃないかな。感情が出てる時に無理やりいい人になろうとしたり、こうしようとかやっててもやっぱりすごいこうなんていうの、刺激が自分の中で結構刺激的な自分になってる時だから、やっぱり嫌な気持ちとか出てきちゃうからね。書き換えたり、こういう波があるところを体験しながらだんだんこう穏やかになっていって、こう静かな波の湖のようになっていくんだと思うから、そのままの自分でいるっていうのがいいんじゃないかと思いますね。そんな感じです。ではまた撮ります。ではでは。